117系電車のお話。ということでね、今回はお話をさせていただこうと思います。しばしお付き合いほどよろしくお願いいたします。新快速電車の歴史を少しだけおさらいということで、させていただこうと思うんですけども、大阪で新快速電車が誕生したのが昭和45年、1970年の10月になります。万博輸送用には廃棄された113系を生かす形で誕生しました。当初は6両編成で運転時刻も10時か15時のデイタイムのみ、毎時0分発の1時間ヘッドで運転区間は京都から西明石間、そういうね、短いものでした。ちなみに右側の写真がですね、リバイバル運転の時にね、運転された113系新快速の、イメージになります。113系新快速、当然湘南型もあったんですけども、湘南色もあったんですけど、スカイローもね、あったみたいです。ちなみに大阪鉄道管理局は新快速という名称で上申するわけなんですけども、本社ですね、本社は関東圏と同じくですね、特別快速とするというね、調整をするんですけども、最終的にですね、大阪鉄道管理局が本社を押し切る形でですね、新快速という名称が正式決定して、現在に至るわけなんですけれども、当時ですね、そう最終結論がですね、遅かったのがね、もう関係もあってですね、こちらの方、昭和45年の時刻表なんですけども、こちらの時刻表ではですね、新快速というね、本文にはね、ニュースで書かれてるんですけども、時刻表の方にはですね、特別快速というね、表記があるということでですね、ちょっとね、混乱じゃないんですけどね、一つの記録としてね、知っていただければななんて思います。当時はですね、いかにも国鉄はね、やっぱ本社としてはもう特別快速っていう名前をね、使わしたいと。で、逆にですね、大阪鉄道管理局はですね、いやいや、新快速って名前で行くんだみたいなね、そういうふうなせめぎ合いみたいなのがあったというのをね、知っていただければと思います。今、新快速電車の歴史を少しだけおさらい、今、新幹線開業と新快速ということで、昭和47年3月、1972年ですね、の改正では、新幹線岡山開業で、余剰となった153系電車を投入するとともに、運転間隔をですね、15分ヘッド。で、さらに運転区間もですね、延長されることになりました。運転区間はですね、草津から西明石まで、もしくは京都から姫路っていうね、2つのパターンが誕生しています。で、塗装も従来の湘南色から明るいグレーに水色、青22号の車両がね、となりました。ということでね、左の写真の列車がね、誕生しています。当初はさほど咲かなかった私鉄の運賃ですが、昭和50年以降は国鉄の相次ぐ値上げの影響で、運賃値上げの影響で、私鉄の格差は開く一方でした。国鉄の運賃が昭和50年以降どんどん上がっていって、私鉄との格差がね、広がっていったということをお話しさせていただいたんですけども、実際にですね、どれぐらい運賃のね、格差が開いていったのかということをですね、調べてみました。こちらの図がですね、そうになるんですけども、昭和45年の新快速運転開始当初、それ昭和47年の同発のね、新快速、ブルーライナーとして登場した頃の、運賃、それとして54年、新快速117系に置き換わった頃のね、運賃、この3つをですね、比較していました。これを見ていただくとわかるんですけども、昭和45年、阪急、京阪、国鉄の運賃ですけども、この時もですね、国鉄の運賃は高いんですけども、阪急が150円、大阪京都間が。で、京阪は155円。国鉄が190円ということで、35円のね、ちょっと国鉄が高かったわけなんですね。で、昭和47年には、阪急は160円値上げして、京阪は170円。国鉄は190円ということで、これちょっとね、国鉄と私鉄の差が20円の差、ね、もしくは30円の差ということで、ちょっと縮まっていきます。で、大阪三宮間においてもですね、昭和45年は阪急、阪神とも110円、国鉄は140円ということで30円の差がありました。昭和47年には阪急は120円、阪神も120円に変更して、国鉄は140円ということでですね、変更してませんので、20円の差ということで、非常にですね、拮抗してくるわけですね。で、さらに昭和54年、ね、こちらの方2つ見てくれるとわかるんですけども、大きく昭和50年からね、国鉄は値上げを繰り返しました。
昭和54年には阪急、京阪とも250円に対して、国鉄が410円ということで、160円もね、差が出てしまったということです。同じくですね、大阪三宮間は、阪急、阪神とも180円なんですけれども、こちらも300円ということでね、120円も高いという、非常にね、国鉄の運賃がですね、大幅に上がっちゃったというね、そういう時代でした。で、特にですね、国鉄はね、その辺をすごく意識していたようです。117系電車は老朽化した153系新快速の置き換えとして誕生ということでね、お話をさせていただこうと思うんですけども、先ほど申し上げました通り、昭和50年以降ですね、国鉄の運賃がね、ゴーンと大きく値上げしてしまって、私鉄との格差を大きく開くばかりでした。もちろん国鉄の場合ですね、例えば草津からとか、米原からというふうにですね、直通旅客っていうのもね、見込めたわけなんですけれども、それでも、京都から大阪、もしくは大阪から神戸っていう区間だけを見ればですね、確実に施設に流れてしまうっていう、そういう状況だったわけですね。で、少なくともですね、大阪鉄道管理局がですね、それを何とかしたいというふうなね、意識が強くありました。そこで117系電車をですね、誕生させようという動きになるわけなんですけども、大阪鉄道管理局にこうね、最終的には反映させた、ね、車両が誕生したわけなんですけども、国鉄にしてみればですね、あまり新しい形式っていうのをね、起こすっていうのは、当時の国鉄の事情からしてもですね、反対だったわけですね。当初のね、本社の構想では、113系をベースにしたね、キハ66、67の電車版をイメージした、そんな車両をね、考えていたみたいです。そこへですね、当時、特にですね、京阪と、阪急でですね、転換クロスシートの、3000系及び6300系が走っていたので、ここはですね、大阪鉄道管理局もね、一歩一歩引けないなっていう、そういうふうなね、状況だったようです。そういう話は私も推測にしか至らないんですけどね。ただ、そこでですね、ある計画を実行します。実はですね、この話は、私も国鉄 OB の方からはね、また聞きですので、都市伝説のようなものなのかもしれませんし、実際にそういう経緯があったのかもしれませんが、その辺はですね、多少割り引いてね、聞いていただければと思います。阪急6300系とですね、117系のね、限りなく総持を考えるとですね、この話は案外事実なのではないかなと個人的には思っています。どういう話だったのかっていうとですね、ここに書かせてもらったんですけども、大阪鉄道管理局の上申した新型電車に対して、本社としてはですね、特殊な車両を作りたくないわけです。で本社の責任者が大阪に来ることになりました。そこで一計を案じてですね、本社の人間を、大阪鉄道管理局の人がですね、京都で接待すると。いうことをしたわけですね。今でこそね、なんかカンカン接待とかなんだとかよく言われますけども、当時、私が郵政局をおった頃もそうでしたけども、カンカン接待って当たり前でね、本省から人が来るということであればですね、まず本省の係官をですね、観光案内に連れていくわけですね。で、夜まで一応観光案内で引っ張って、初日は。で、次の日の、朝から打ち合わせをしてですね、で、だいたい昼過ぎには帰っていただく。それがですね、一つのルーチンになったわけですね。だからそういう意味でですね、大阪鉄道管理局さんがですね、夜京都にね、接待してですね、次の日、じゃあ、大阪に打ち合わせしましょうかっていうのはですね、十分考えられた話なわけですね。そこでですね、ここに書いてるんですけども、翌日ですね、京都で接待した翌日、大阪鉄道管理局入りしてもらうわけなんですけども、こういうことですね、当然国鉄であればですね、自前の鉄道、ね、輸送機関があるわけですから、大々線なり、新幹線を使えばいいんですけども、ここをあえてですね、阪急に乗せたっていうようなね、話があるわけですね。で、阪急のね、梅田駅はご存知の通り、ね、大阪駅のすぐ隣。で、大阪鉄道管理局はですね、現在ヨドバシカメラがあるところなんですけども、ですので、言うてる阪急の梅田駅とヨドバシカメラの今ある場所ね、もう非常にこれすぐ目の前ですので、阪急に乗ってですね、大阪鉄道管理局行くのはですね、別に何やら不自然でもないんですね。まして市場が乗る分に関しては。ということで、おそらくですね、京都から6300系に乗せてですね、国鉄本社からの人間をですね、大阪駅まで、ね、大阪鉄道管理局まで運んだんじゃないかなというふうに考えています。
結局ですね、国鉄もね、大阪鉄道管理局が言うようにですね、新車を入れないと対抗できないなということをね、理解してくれたんじゃないかなと。ある意味で大阪鉄道管理局の作戦勝ちってね、言えるかもしれませんということで、少数標語というわけでもないんですけどね、以下のように国鉄の部内ではですね、117系単純にですね、以下のように発言していますということをね、ちょっと見ていただこうと思います。国鉄部内市でもですね、117系誕生をね、先のような記事で紹介ということで、左側にの記事を載せてるんですけども、ケーススタディ、京阪新幹の場合と、ここのですね、その一部をね、抜粋したものが、この広告が書かせてもらった内容です。大阪から京都間は比較的距離も長いため、阪急は6300系、京阪は3000系という、ともに転換式クロスシートのデラックスな車両を投入しています。これに対し、これまで国鉄の新快速は、標定速度こそ 88.5km 時と特急列車並みでしたが、使用していた車両は153系という古いもので、私鉄に比べ見劣りがしていました。そこで今回、同じような転換式クロスシートを採用した117系シティライナーの登場となったのです。で、我々ね、ここで阪急は6300系だとか、京阪は3000系という車両というね、形式を出している。ここをね、非常に注目してほしいんですね。本来であればですね、ここまで書かないはずなんですよ。ね、競争が激しい京阪新幹にですね、新車を投入しましたって終わるわけなんですけども、あえてここにですね、6300系であるとか、京阪の3000系という言葉を出しているところにですね、おそらくこれらの車両はすごく国鉄本社がですね、影響を受けたんじゃないかなというふうにね、思ってしまうわけですね。特にこの国鉄線っていう雑誌はですね、鉄道技術屋の雑誌でも、経営管理者側の雑誌ではなくですね、一般営業の駅職員などに周知するための冊子なんですけども、それにですね、わざわざね、国鉄車両ではない、私鉄の車両の形式までね、載せるっていうのはね、よっぽどなんかあったっていうかね、よっぽどすごいインパクトがあったんだろうなっていうのをね、考えてしまいます。117系と阪急6300系の比較ということでね、書かせていただいたんですけども、117系と阪急の6300系を比較すると、下記のようなね、類似点が見つかりますということで、ここに書かせてもらった一覧になります。乗降ドアはどちらも2枚ずつ。ね、あと内装ですけども、阪急の6300系が木目調の化粧板、117系の方もですね、木目調の化粧板及び和紙風のね、化粧板を採用していました。特に117系のデラバンダーはですね、艶消しのマホガニー調のつま板、およびね、艶消しのクリーム色の側板並びに天井をね、この色を採用しています。特にこのクリーム色の格子模様っていうかね、ちょっと細かい模様が入った、こういうのをですね、ちょうど阪急じゃなくて京阪の3000系のね、デザイン、それに似通ったものだったわけですね。あと、蛍光灯カバー、こちらの6300系もちろんあり、117系もありということで、従来ね、国鉄の場合、特急型のみだったわけですけども、ここでですね、近郊型である車両の117系ですね、蛍光灯カバーが採用されたっていうところですね。あと、打席ですけども、転換クロスシート。先頭車はシャタームのロングシートでした。また、117系の方はですね、オール転換クロスシートを採用しています。いずれも出入り口そばのね、座席は一方向固定というところは同じです。あと、阪急6300系の方はですね、補助椅子が設けられていたのに対してですね、国鉄の方はそういうのは一切設けてなかったと。そういう違いがあります。あと、つり革はどちらもなしです。空調装置は当然どちらもありということで、ガーバロですけども、阪急の6300系はですね、2連式の加工窓、2枚1組にしたね、加工窓を採用している。117系もですね、2連式なんですけど、2段上昇窓ということでね、なっていました。ただしですね、117系100番台で2連式の加工窓を採用しているというところでですね、この時点ではですね、もう阪急6300系かなり近い、軽快な感じのね、車両になったというのが言えそうです。次にですね、117系は名古屋にも進出することにということで書かせてもらったんですけども、117系は当初はですね、大阪鉄道管理局専用というわけでもないんでしょうけども、そういう位置づけだったわけなんですが、当時名古屋鉄道管理局長をしていた須田博氏、初代 JR 東海社長が本社に働きかけて、名鉄の競争が厳しかった名古屋地区の153系も置き換えようということでですね、同意がなされました。
昭和57年、1980年だったと思います。ただしですね、関西地区に導入された117系で、採用されていた、艶消しの化粧板や、艶ありの化粧板に変更されたり、自動閉結装置がですね、省略されるなど、一部ね、コストダウンを図った点が見受けられました。ここですね、連結機の下のところ。これがですね、関西、大阪鉄道管理局の方のね、0番台の方ではあったんですけども、これが東海の方ではですね、省略されてしまう。特に途中、走行中ですね、並結するね、予定はないということもあったみたいですけども、少なくともですね、コストダウンという意味合いが大きかったんじゃないかなというふうに考えております。JR 発足は、西日本の車両が福知山線等に転属ということで、117系はJR 西日本発足直後に誕生した221系が同備されると、二度足車ゆえラッシュ時には使いづらいということもあって、徐々に東海道山陽本線から引退していきました。福知山線、一部ロングシート会社300番台や、山陽本線、岡山地区などに転属していたわけですね。さらに福知山線に投入された300番台はですね、さらにこの221系に置き換えられていって、福知山線を終えた117系はですね、今度は紀勢本線に活路を見出して、0番台とともにですね、紀勢本線、あと和歌山線でですね、117系が活躍していました。余談ですけども、この117系の紀勢本線のこのオーシャン色ですよね、俗に言う。これね、結構、似合ってるなっていうのがね、私の個人的な感想です。自分が和歌山出身ということでね、そのひいきもあるんですけども、意外と似合ってるなっていうふうに思っています。最後までご覧いただきありがとうございました。国鉄型近郊型電車としては異例のスタイルで誕生した117系電車の話をさせていただきました。多少ないとも117系電車に興味を持っていただければ幸いです。チャンネル登録、また高評価の方よろしくお願いいたします。また次回はね、新しい企画を考えてまいりますので、どうかよろしくお願いいたします。